はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。これまで闘病記ですとか、最近の様子ですとか、そういったものを YouTube の動画にして公開しているということで、一応闘病記、これまでの流れをかいつまんでお話しします。2023年の暮れにどうも白血病らしいということで病院へ行きまして、即日入院、翌日から抗がん剤治療ですが、自分の場合は肺にカビのような影が見えているので危険だということで、弱い抗がん剤治療を行うと。それで1週間、効果の方がですねとてもありまして、劇的に白血病細胞、増殖してしまった悪い白血球が減りまして順調に来てますと。それでこの後はですね、白血病細胞がある程度減った、その後正常な血液細胞、白血球ですとか赤血球ですとか血小板ですとか、そういったものが基準値までだんだん上がってくると。で上がってくれば一応の、治療ワンクール、だいたい1ヶ月ということなんですが、それが終了と。入院して20日ぐらい経った頃ですかね、血液細胞がどんどん増えてくるのを期待して経過観察中、その時にですね、主治医の先生が見えまして、あなたは染色体に異常がありますよと。薬物療法だけでは治療ができないかもしれない造血管細胞移植を試みる可能性がかなり出てきましたよというお話があったんですね。骨髄移植ですとか臍帯血移植ですとか、そういったことを視野に入れて治療をしていきましょうと。後々自分でも調べたりしていろいろ分かったこともあるんですけれども、染色体異常とその時は先生がおっしゃったんですけれども、染色体の中の遺伝子レベルで異常が認められると。入院初日血液検査をたくさんしてるんですね。ですが年末年始にかかるため、病院内ではなく外の機関で検査する項目などは検査結果が分かっていなかった。それが徐々に分かってきた。その中にその染色体遺伝子などの情報、これの判定があったようなんですね。後々自分で調べたり、また先生からも、その後お話があったんですけれども、 FLT3 ですかね、これが異常をきたしていると。で自分は急性骨髄性白血病ですが、これにかかる患者さんの3割4割ですかね、FLT3 異常があるというようなデータみたいなのをインターネットで見ました。で白血病の治療をした後、予後ですね、これは大まかに3種類に分かれるようで、予後良好群、予後中間群、そして予後不良群なんですね。現在ですね、いろいろいい薬が出てきている。自分の場合 FLT3 の異常、これが白血病細胞の増殖を促してしまう。これを集中的に抑える薬が出てるんですね。それを自分ももう随分飲んでます。それがあるおかげで予後中間群に今はなってますよと。前回外来で受診した際に先生から
はっきりとそういうお話がありましたね。少し前に競泳の池江璃花子選手が間もなく、治療開始から5年だと、完全寛解だというようなことをSNS にアップしたんですかね。それがニュースになっていました。免疫がとても下がってしまう病気なわけです。免疫力が低い、白血球などの数値が上がっても免疫力ってなかなか高まってこない。ある程度年月が必要なんですね。そんな中、早々に競技に復帰されてプールで泳ぐっていうのはですね、口の中にですね、プールの水が入ったりとか、そういうことももちろんあると思うんですよ。とても怖いことだと思うんですね。それを本当跳ねのけて頑張ってすごいなと思いますね。それで再発なく完全寛解でしょうかね。もう本当にすごいことだと思いますね。抗がん剤を投与して白血病細胞を極限まで減らす。そして、他の正常な血液細胞がガーッと数値が正常値まで上がってくる。この状態を寛解というふうに言うわけなんですけれどもね。自分の場合はまだ、闘病記喋っている中でそこまでたどり着いていないので、動画の中ではまだ話していないんですけれども、結局寛解には至らなかったんですね。非寛解状態で、非寛解状態のまま造血管細胞移植をすると、やはり2年生存率が4割未満みたいな、少し前のデータですけどもね、インターネットで調べるとそういうのが出てくるんですね。長期間にわたる治療、何年にもわたる治療、その結果がですね、生存率が4割とか、いうことですからね。ただ主治医の先生もお話をしてくださいました。とにかくいい薬が出てそれを使ってますから、この薬を使っていればとりあえず予後中間群2年生存率4割のところを5割6割と上げていける。それをするのが僕らの役目なんですよというふうに先生がおっしゃいましてね。いやーほんとね、何とも言えないですね。ありがたいことなんですけどもね。ということで今回は前回お話ししました自分の染色体異常、遺伝子異常について少し掘り下げてお話をしました。よし、おっさん頑張れと思っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけたら、今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。